Holiday taro high in the Swiss air, black-nosed sheep with a woolly stare, Matterhorn's presence beyond compare. Yeah, this is that Zermatt summer vibe, feeling so free and alive in the Swiss Alps, watching eagles glide with holiday taro right by my side. スイスのツェルマットです。これまで冬のスキー動画をお届けしてきましたが、今回は夏のツェルマットを舞台にした2泊3日のハイキング滞在記をお届けします。今回のメインテーマは、ツェルマットのシンボルでもある世界一可愛い羊、ブラックノーズシープを探して触れ合うこと。さらに、この動画を見れば夏のツェルマットの過ごし方や、気になる滞在費用の目安もわかるようになっていますので、ぜひ次のスイス旅行の参考にしてみてください。また、今回はハーフフェアパスを購入したため、電車やゴンドラが半額になりました。どれだけお得になったのかも動画の最後でまとめていますので、ぜひお楽しみください。ツェルマットは環境保護のため、ガソリン車の乗り入れが厳しく禁止されています。そのため、車やバスで訪れる人も、一つ手前の停酒駅からシャトル列車に乗ってツェルマットへ向かうことになります。今回は夕方に到着したので、まずはホテルへ直行してチェックイン。今回宿泊するのはホテル、ガルニ、テスター、グリジア。駅から近く、メインストリートに面している立地最高のホテルです。ツェルマットのホテル相場は、1泊400スイスフランすることも珍しくないのですが、今回は半年以上前に予約したおかげで、なんと2泊、朝食込みで440スイスフランで泊まることができました。早めの予約、大正解です。お部屋も清潔で、疲れた体を癒せるバスタブや、外の空気を感じられるテラスがあるのも本当にありがたいですね。さて、明日に備えてスーパーマーケットへ夕食を調達しに行きます。ツェルマットの駅前にはコープとミグロスという2大スーパーがあり、滞在中の強い味方です。サラダやローストチキン、ハム、そしてスイス風のお寿司など、お決まりのラインナップですが、物価の高いスイスでお腹を満たすには十分すぎるクオリティです。翌朝、ホテルでしっかり朝食を済ませ、早速今回のメインイベント、ブラックノーズシープを探すハイキングへ出発します。ここで一つ、豆知識。夏の間、ブラックノーズシープたちはツェルマットの山を自由気ままに移動しながら、放牧されています。実は彼らの群れには、GPS が付けられていて、ゴルナーグラート鉄道のホームページにある Meet the Sheep というプログラムのページから大体の現在地を確認することができるんです。ただ、リアルタイム更新ではないこともあるので、ツェルマットを訪れる数日前から彼らの行動パターンを予想しておき、それに合わせて探しに行くのが見つけるコツです。今回は朝方はこの辺りにいるという予測と、公式マップの羊マークを頼りに、ローテンボーデンからリッフェルアルペへと下るハイキングコースを歩きながら探すことにしました。Next stop, Reka Legendär。ローテンボーデン駅に到着しました。早速可愛い羊の看板が出迎えてくれます。あいにくの曇り空ですが、今日の目的は絶景よりも羊に会うことなので気になりません。ちなみにここは、天気が良ければリッフェルゼーという湖に反射する逆さマッターホルンが見られる超有名スポットでもあります。滞在中に見られたらいいなと思いながら、ハイキング道を進みます。公式マップではこの辺りにいるはずなんですが見当たりません。ここにもいませんね。でも、ふと見下ろすと、霧が晴れて、雲海を見下ろすような、スイスならではの壮大な写真が撮れました。走行している間に、リッフェルベルクまで下ってきました。ここからは事前に目星をつけていたゾーンに入ります。それにしても、思ったより、傾斜が急です。本当に羊たちはこんな場所にいるのかなと不安になりながら歩きますが、やっぱりいません。結局、ハイキングコースの終盤、リッフェルアルプに向かう歩道まで来てしまいました。今日は羊たちはお休みかな。次に来た時に見られたらいいなと諦めかけた。その時、カランコロンと遠くからベルの音が聞こえてきました。
音のする方へ目を向けると、かすかに羊っぽいシルエットが、急いで近くに行ってみると、羊飼いのお兄さんがいて、ここで待っていれば、羊たちがこっちにやってくるぞ、と教えてくれました。だんだんと、羊の群れが近づいてきます。ついに目の前までやってきました。すると、群れの中から少し茶色っぽい、毛並みの一匹が、とことことこちらへ寄ってきてくれたんです。羊飼いさんが撫でていいよと言ってくれたので、そっと触れてみました。とても人懐っこいと言われるブラックノーズシープですが、本当にその通り、撫でられている姿はなんだかとても嬉しそうで、もう可愛すぎます。彼らが歩いて行った先へ少し先回りしてみると、またさっきの羊が近くに寄ってきてくれました。本当に人懐っこくて癒されます。バイバイ、またね。大満足の羊との遭遇を果たし、リッフェルアルプ駅からツェルマットの町へと戻りました。さて、午後からはもう一つのビッグイベント、マッターホルンを間近に望む大迫力のハイキングです。コープで昼食用のパンを買い込み、マッターホルン、エクスプレスのゴンドラ乗り場へ向かいます。天気もすっかり回復して、マッターホルンが綺麗に見えそうですね。ゴンドラでシュバルツゼー駅に到着し、まずは腹ごしらえ。買ってきたパンを食べていると、マッターホルンにかかっていた雲もすっかり取れてきました。いざ、ハイキングへ出発です。今回は26番のマッターホルン、グレーシャートレイルを歩きます。その名の通り、マッターホルンのすぐ足元の岩場や氷河が削った地形を歩く、非常にダイナミックなコースです。そして、標高差が上り、400メートル弱、約2時間程度、と、一般的な私たちの体力にちょうど合っていたからこのコースにしました。歩き始めの1時間ほどは、巨大なマッターホルンに向かって一直線に進みます。一歩進むごとに、視界いっぱいに山が迫ってくる様子はまさに圧巻。その後、大きくカーブを曲がると、今度はマッターホルンを背中にして、トロッケナーシュテークを目指して広大な大地を歩きます。ここは氷河が後退してできた土地で、森林限界をはるかに超えた標高約2900メートルの世界。まるで別の惑星に来たかのような、ゴツゴツとした岩だらけの道を、写真を撮りながら進んでいきます。マッターホルンの足元にはジャモン岩が多く含まれています。この岩石はもともと暗緑色ですが、風化して酸化すると表面が赤茶色くなる性質があります。氷河が削り出した荒々しい地形と赤い岩肌、ツェルマットの自然が織りなす不思議なコントラストの中を進みます。無事にトロッケナーシュテーク駅へ到着しました。トロッケナーシュテークからは写真撮影のためシュバルツゼーで一度降りて、ツェルマット駅まで戻りました。
街から見るマッターホルンもまたいいですね。帰り道は来た道と違う道でホテルへ戻ります。どうやらこの橋は有名な橋らしいので行ってみましょう。ここはかつて多くの日本人観光客がこの橋の上に集まってマッターホルンの写真を撮ったり、日の出を待っていたりしたことから、現地の人々の間で日本人橋、ジャパニーズブリッジと呼ばれるようになりました。今でも夜明け前、マッターホルンの山頂が朝日を浴びて赤く輝くモルゲンロートと呼ばれる朝焼けを見るためのベストポジションとして非常に人気があります。その後は、一直線にコープへ向かい、昨日と同じような夕食を調達。今日は25,000歩歩いており、体力は限界です。テラスでサクッと食べて、泥のように眠りにつきました。最終日。この日もホテルで朝食を済ませ、初日に見られなかったリッフェル勢の逆さマッターホルンを見に行きます。嬉しいことに今日は雲一つない快晴。ガイドブックの表紙を飾るような、湖面に綺麗に反射した完璧なマッターホルンを見ることができました。マッターホルンの完璧なリフレクションを撮るなら、早朝が勝負です。午前9時頃から谷風が吹き始めることが多く、湖面にさざ波が立ってしまうことが多いため、鏡のような水面を拝める確率は一気に下がります。絶景をバックに記念撮影を済ませ、大満足で街に戻り、ホテルをチェックアウトして次の目的地へと向かいます。それでは、今回の滞在でかかった費用を振り返ってみましょう。食事は結局すべてコープで済ませたので、スイスにしてはかなり出費を抑えられたと思います。そして気になるハーフフェアパスの効果は、パスの購入代金は2人で260フランかかりましたが、この3日間だけで、なんと合計314フランも安くなりました。夏のツェルマットの大自然と、可愛い羊たちに癒される3日間。皆さんもぜひ訪れてみてくださいね。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。他の動画もあるから見てね。